さん、おはたろーす。ください TV です。今回はオークションレンディングプラットフォーム、タームファイナンスを解説します。オークションでレンディングっていう聞き慣れないカテゴリーで、ちょっとややこしそうですが、シンプルにお金を預け入れることで利回りがもらえる仕組みも導入されていて簡単です。そして、いろんなデファイと提携もしており、エアドルの二重取りもできます。また、トップ VC であるアンドリーセン・ホロウィッツのアクセラレータープログラムにもなっています。新しいカテゴリーのデファイで、かつバッカーが強力。そして、まだあまりお金も集まっていなくて、アーリー。可能性はある。ということで、紹介していきます。はい。では改めて、タームファイナンスって何という話からやっていくんですけれども、タームファイナンスはオークションモデルを採用した固定金利レンディングプロトコルで、タームレポというプロトコルが基礎となっています。こちらの画像は伝統金融でのトライパーティーレポ取引の流れを表していて、レンダー、つまり資金を貸す人とボロワー、お金を借りる人がいて、真ん中に仲介業者がいますが、ここをタームレポというスマートコントラクトで置き換えるというものです。シンプル。現在の TVL は60ミリオンドル弱程度で最近急激に伸びていますが、まだまだアーリーと言ってもいいかなと思います。タームレポの特徴は固定期間、固定金利であるということ。途中で償還不可。これは満期になるまでは途中で抜いたりはできないということになります。過剰担保で安全性を高めているということ。それからオークションの仕組みを採用していることです。で、オークションっていうのがタームファイナンスのミソではあるんですが、一般ユーザーからするとオークションの参加がめんどくさいので、後で紹介するブルーシートがおすすめです。ここでは一応どんなものなのか紹介しておきますね。仕組みはシンプルで、簡単に言うといつまでの期間でこれだけの USDC を借りたいですって人が貸したい人に対してこれくらいの金利で貸してくださいって感じで入札して成立したら借りれるよっていうことですね。タームオークションのいいところは固定期間、固定金利ということで借りた後で需要がめちゃくちゃでかくなったとしても最初に決めた金利で固定されるので安心という点。また、オークションをしっかり監視すればいい条件で貸し借りを成立させることもできて、柔軟性もあるという感じですね。UI はこんな感じで、期間ごとにオークションがずらっと並んでいて、これを開くと、オークションに借り手側から、あるいは貸し手側から参加できるという風な感じになっています。うまく使えばタームで安く USDC を借りて、もっと金利が大きいデファイに貸すとかもできるかもしれないですね。オークションも面白い機能なのですが、オークションを監視しないといけないというのはハードルが高そうだなと感じた人もいるのではないでしょうか。そこで11月に新しい製品が出ました。それがこちらのブルーシートというものです。各種プールが並んでいますが、こちらに資金をデポジットすることで、オークションで発生している金利に簡単にアクセスできるというものになります。仕組み的には先ほど説明したオークションで貸し借りすることで金利が発生するわけですが、この金利をもらえる権利は ERC20 トークンで表現されていて、ユーザーはこの権利をブルーシートで買い取ってるっていう感じですね。詳しく知りたい人はドキュメントを読んでみてください。概要欄にリンクを貼っています。それぞれのプールで詳細を見れるのですが、例えばこのエリクサーのマークがついたプールを見てみると、担保として DEUSD が設定されており、トータルコラテラル、つまり総担保が 3.84 ミリオンドル。実際に借りられている金額はトータルデッドというところを見ると 3.03 ミリオンドルとなっています。さっき説明した通り、担保が過剰になっていることを確認できます。過剰担保だから 100% 安全というわけではないですが、他の有名なデファイでは担保が1対1というところもあるので、そういうところと比較すると安全に使えそうですね。
ちなみに毎週金曜日に新しいプールが現れるようです。週末に新しいプールが出ていないかチェックすると良さそうですね。タームファイナンスにももはや当然のごとくですが、ポイントプログラムがありまして、オークションに参加したり、ブルーシートでお金を入れたりするとポイントが貯まります。さらにポイントの二重取りもできます。例えば、ロンバードと提携したプールがありますが、こちらに USDC をデポジットすることで、タームのポイントとロンバードのポイントであるラックスが貯まります。他にも提携先は、イーサファイ、エテナ、エリクサー、ツリーハウス、ユージャルマネーピルズなどがあります。プールは先ほども言いましたが、毎週金曜日に更新されるので、他に触りたいプロジェクトがあればそちらに移すなどしてもいいかもしれませんね。また、X でリツイートしたり、Discord と連携することでポイントがもらえるソーシャルタスクもあるので、こちらだけでもやっとくといいかもです。ちなみに、このポイントプログラムですが、ポイントを貯めるとどれくらい期待できそうなのか、タームのインターの人が作成した推定 APR 表があります。エアドロが全体の 5% で FDV100 ミリオンドルだったら APR20% らしいです。TVL がめきめき伸びているので FDV100 ミリオンドルは少し保守的かもしれませんね。もっといけるかもしれません。最近はエアドロもたくさん配るのが理想的という傾向にあるので、もっとたくさん配ってくれることを期待しつつ、他のプロジェクトとの二重取りを狙っていくのが良さそうですね。タームファイナンスは過剰担保であるということで、安全性はしっかり担保しています。また、複数の監査をしていますし、ネクサスミューチュアルによって保険に加入することも可能です。とはいえ、暗号資産の世界に 100% 安全ということはなく、生産リスク、スマホンリスク、オラクルリスクなど、デファイを触る上で考慮すべき一般的なリスクはありますので、実際にお金を入れる前に必ず確認しましょう。詳しくはドキュメントをしっかり読んでください。最後にタームファイナンスのバッカーをチェックしてみます。タームファイナンスは2023年に 2.5 ミリオンドル、2024年に 5.5 ミリオンドルの資金を調達しています。エレクトリックキャピタル、コインベース、メイルストロムなど強力な VC も入っています。また、2024年9月にアンドリーセン・ホロウィッツのアクセラレータープログラムにも選ばれています。これは世界でトップの VC であるアンドリーセン・ホロウィッツがクリプトプロジェクトのために様々なサポートを行うためのもので、選ばれたからといって必ず成功するというわけではありませんが、アンドリーセン・ホロウィッツも期待しているということでいいんじゃないでしょうか。最後にまとめると、タームファイナンスはオークション形式のレンディングプラットフォームで、ブルーシートというシンプルアーン機能を使えば簡単にオークションの金利にアクセスできる。ポイントプログラムがあり、他の提携先とのエアドロ二重取りが狙える。アンドリーセン・ホロウィッツのアクセラレータープログラムに選出。バッカーの VC も強い。TVL60 ミリオンとまだまだアーリー。という感じですね。新しいタイプのデファイ、プラスバッカーも強く、まだアーリー段階ということで可能性はありそうです。リスクは十分に検討して運用を検討してみてはいかがでしょうか。といったところで、タームファイナンスについての解説でした。この動画が少しでもためになった、面白かったと思われた方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画まで。バイ。ありがとうございました。